皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュを使ってリクエストをいただいたゴッホの星月夜ネイルをやっていきます。色合いや構図に苦戦しましたが、頑張って塗ってみたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはドゥカートネイルマインの29番を使います。29番を親指、中指、薬指に塗っていきます。他にはあまりない透け感発色のネイビーです。こちらのカラーの上にアートをやっていくので、ムラは気にしなくて大丈夫です。根元やサイドの塗り残しのないようにライン取りだけ意識して塗ってください。ネイルマインはキャンメイクと同じような先端に丸みのある平筆で、液もさらっとしているので初心者の方でも扱いやすいポリッシュです。500円以下でこのクオリティはかなりコスパがいいと思います。人差し指と小指は爪先に塗りかけにしていきます。ムラは気にせずにラフな感じで塗ってください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。一度塗り目が乾いたら二度塗りしていきます。いつもは二度塗り目でムラを隠すようにたっぷりめに塗りますが、今回はムラは気にしなくていいので、一度塗り目と同じ量で塗ってください。透明感のあるネイビーだから二度塗りでも重く見えないのがお気に入りです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレの945番とダイソージェネネイルのホワイトとベースコードを使います。ペーパーパレットと細筆も使います。ホワイトと945番を2対1くらいで出して、ベースコートで2色を混ぜて白寄りの水色を作ります。混ぜたものを細筆に取って渦みたいな部分を描いていきます。わざとかすれるように刷毛跡を残しながら描きます。綺麗に描こうとせずに結構雑な感じで描くと油絵っぽい感じが出る気がします。最初はある程度軌道を決めるように描いて、軌道が決まってから幅を調整するように描いていきます。絵画については全く知識がないので完全に自己流です。ちなみに細筆はダイソーのライン筆を使ってます。この渦みたいな部分は絵で見るとはっきり濃く見えるのですが、濃く描いてしまうとなんとなく変な感じがしたので、ベースコートを混ぜて薄く描くようにしてます。ホワイトだけで描いてみたり、ベースコートを混ぜずに描いてみたり、いろいろ試したのですが、なかなか納得のいくものができなくて、色味にかなり苦戦しました。ネイルチップで色味や塗り方を研究したので、今回実目に初挑戦です。こんな感じ。中指と薬指にも同じカラーで模様を描いていきます。指ごとに描く部分を変えます。大きな絵画を小さい爪に描くから、どの部分をどの爪に描くか構図もすごく悩みました。こういうのってバランスが一番難しく感じます。爪の大きさにもよるので、爪に合わせて描けそうな部分を選んでみてください。色味や構図が決まってしまえば塗り自体はそんなに難しくないです。細筆を使ってるからハードルが高いと思うかもしれませんが、本当に雑に塗っているだけなので見た目ほど難しくないですよ。雑に塗るっていうのもなんだかゴッホさんに失礼なんですが、この独特なタッチをポリッシュで表現するには、私にはこの雑な塗り方しかできませんでした。混ぜたカラーが乾いてしまったら、また新しく混ぜ直してから塗ってくださいね。混ぜ直したカラーが多少色味が変わってしまってもほとんどわからないので、きっちり同じく調色しなくても大丈夫ですよ。調色しているパレットはセリアで購入したものになりますが、パレットがない方はアルミホイルでも代用できます。ただ白パレットの方が色味はわかりやすいので、一つ持っておくと便利ですよ。
乾燥時間を取らずにどんどん描いていきますよ。ちなみに使用した細筆は薄め液で拭き取ると繰り返し使えます。ネイルホリックの YE083V とジェネネイルのホワイトとベースコートを使います。ホワイトと黄色を3対1くらいで出してベースコートで混ぜて薄い黄色を作ります。混ぜたものを細筆に取って渦の下の部分を描いていきます。渦を描いた時と同じようにわざとかすれるように刷毛跡を残しながら描きます。色味やアートの範囲は後から微調整できるので、この段階ではとりあえずざっくりで大丈夫です。もう少し黄色を強くしても良かったかもです。星の丸も描いていきます。月だと思ったのですが、月が別にあるので多分星だと思ってます。渦巻きを描くような感じで描きますが、綺麗に描くのは難しいので、なんとなく渦巻きっぽくなってればそれなりに仕上がります。ネイリストさんってこういうのめちゃくちゃ綺麗に描きますよね。爪先には少し小さめの丸を描きます。この描いている範囲の丸は本当は3個くらいあるのですが、爪に入りきらないので2つだけにしました。こんな感じ。中指は月の部分の丸を描いていきます。描き方は先ほどの星と同じですが、この部分には後で三日月のシールを貼るので、シールが収まるくらい大きめに描いていきます。右端の方にも小さい星の丸を描きます。薬指の爪先にも星の丸を描きます。細筆は都度拭き取る必要はないですが、ちょっと固まってきたなぁと感じたら拭き取るようにしてくださいね。根元の部分にもほんのり黄色を足しておきます。そのまま YE083V を使います。今度は混ぜずにそのまま細筆に取って先ほど描いた星の真ん中に重ねて黄色を濃くしていきます。あまり濃くなりすぎないようにかすれるような感じで薄く塗ってください。最初に描いた渦っぽい部分にも少しだけ黄色を足していきます。よく見るとこの部分には青も重なっているような感じだったので、この後青も足していきますね。中指と薬指も同じように部分的に黄色を濃くしていきます。黄色を足したらだんだんと星月夜っぽくなってきました。アートに夢中になりすぎてサブアートを塗るのを忘れてます。最初に塗りかけにしたネイビーがとっくに乾いているので、本当はもっと早い段階でサブアートも進めていく予定でしたが、すっかり忘れてしまいました。後でサブも塗っていきますね。チフレの945番とジェネネールのホワイトとブラックを使います。3色をパレットに出しておいて、細筆に適当にカラーを混ぜて取ったら、ネイビーの部分に刷毛跡を残しながら塗っていきます。星や渦のアートに沿う感じで刷毛跡がついてる感じがします。細かく方向を考えてたら時間がかかってしまうので、私はもう適当に塗っていきます。黒っぽい部分や鮮やかな青の部分などいろいろなカラーで塗られているので、カラーを取る量を調整しながら塗ってください。青が濃くなりすぎたら上から黒を重ねたりすることで色味を調整してくださいね。最初に描いた渦っぽい部分にもブルーが少し重なってるように見えるので、この部分にも少しだけブルーを重ねておきます。この部分はブラウンっぽい色も塗ってるように見えるのですが、色があまり増えすぎないようにブラウンはなしにしました。こんな感じ。中指と薬指も同じように周りの部分に塗っていきます。だいぶ前にモネの睡蓮の音色をやりましたが、今回の星月夜は睡蓮よりも時間がかかりました。難易度としてはどちらも同じくらいなんですが、星月夜はアートがとにかく多い。この片手を完成させるのに3時間くらいかかりました。
すごく頑張ったから誰か真似っこしてください。インスタの DM でたくさん真似っこ報告をいただくのですが、皆さんの素敵な真似っこネイルを見ると本当に嬉しいし、モチベーションも上がります。皆さん本当にお上手でびっくりするんですよね。私よりも綺麗に塗れてて、もっと頑張らねばとちょっと焦ります。DM は必ずお返事してますので、真似っこしたらお気軽にメッセージくださいね。ずっと放置していたサブアートを少し進めます。945番とホワイトを使います。945番とホワイトをパレットに出して、ベースコートのハケに2色を取ったら、人差し指の右側の空いている部分にさっと塗ります。絶妙な混ざり具合がおしゃれなニュアンスになります。乾かしている間にアートを進めていきます。ジェネネイルのブラックを使います。ブラックをパレットに出して細筆に取ったら、こちらの木の部分を描いていきます。木なのか塔なのかわからなくて、調べたら糸杉って書いてありました。全体を描くのは爪の面積的に難しいので、爪に入る分だけ描いていきます。この木の部分にもブラウンが混ざっている感じなんですが、今回は色数を減らすためにブラックだけにしました。もっと再現度を高くしたいって方はブラウンも少し重ねてみてください。黒で木を描いてからところどころにブラウンを重ねてあげると同じような感じに仕上がるかなと思います。爪の大きさ的に木までは入らないって方は無理に描かなくてもいいと思います。このままサブアートの続きをやっていきますね。YE083V とホワイトを使います。黄色とホワイトをパレットに出して2色をベースコートのハケに取ったら、爪先真ん中にさっと重ねます。ちょっと濃くなりすぎちゃいました。カラーは少なめに取った方が良さそうです。爪先に重ねたら2分くらい乾かします。濃くなってしまったので、945番をベースコートで薄めてから先ほど塗った黄色の部分に重ねて調整します。気にならない場合はこの作業は不要です。乾かしている間にシールを貼っていきます。ジャンコードはこちらです。三日月のシールを優しく剥がして中指の爪先の丸部分に貼ります。シリコンペンでしっかり密着させます。全体のバランスを見て微調整していきます。この渦の部分の幅を少しだけ広げたいので書き足していきます。そのままで特に問題なさそうであれば、この作業は飛ばしてください。こんな感じで後からいくらでも修正できるので、アートネイルの中では結構楽に感じます。書く量はめちゃくちゃ多いんですけどね。チェック柄とかの方が修正が効かないから難しい気がします。ベースのネイビーを細筆に取って周りの部分も調整していきます。青を濃く塗りすぎてしまった部分に重ねて少しトーンを下げる感じです。PA ネイルの AA224 番を使います。AA224 番を人差し指と小指の真ん中に重ねていきます。ラメを散らすような感じであまり濃くならないように塗ります。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。カラーが縮むのを防止するためにキャンメイクを塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。星月夜ネイルの完成です。完全再現は私には無理でしたが、ポリッシュでもそれなりにできたかなと思いますがどうでしょう。個人的にはサブアートも雰囲気に合っててお気に入りです。使用したものをまとめます。
利き手にも書くのは大変なので、右手はネイルマインのネイビーに PA ネイルのラメを重ねただけにしました。ゴールドの月のシールが結構いい仕事してますよね。時間はかかりますが、アート自体はそんなに難しくないので、皆さんもぜひ真似っこしてもらえると嬉しいです。次回はふわーっと流れるようなニュアンスが綺麗な夏っぽブルーネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。